幻想水湖伝の最新情報をお届けする幻想水湖伝ライブ。 HD リマスターを遊ぶまで聖司の壺の聖司は誰かの名前だと思っておりました。森一丁です。よろしくお願いします。さあそしてはい、同じく進行を務めさせていただきます月城ひかです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さらにこの方、幻想水湖伝の IP プロデューサーを務めます内藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ内藤さん、およそ2ヶ月ライブからね月日が経ちましたがいかがでしょう。日本はもとより、世界中の方からもたくさんのコメントいただきましたし、あとはもう配信当日、トレンドで1位になったりとか、もう本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そして1&2H リマスターの方も非常に売れ行きも好調で、いつかいい報告ができると思っております。段階を得ることによって次のね、また新たな展開が生まれていくとおっしゃってましたよね。はい、なのでファーストステップがなんとなく固まってきて、セカンドステップをこの間発表させてもらって、これがちゃんとしないと次のステップにはいかないですけど、ここはしっかりやっていきたいです。さあまず今日の番組ラインナップです。こちらです。はい、幻想水湖伝スターリープのコーナーではストーリーを中心にお届けしますのでお楽しみに。ちょっと気になるのが初めての幻想水湖伝、気になりますね。初めてのうちの具足が初めての RPG 幻想水湖伝、やっとクリアしました。ありがとうございます。改めてこの2代3代と続いてみんなで楽しめるゲームになってきたっていうのは一つ嬉しいことですよね。非常にありがたいことだと思います。さあ今回はこのアニメの情報だったりその舞台の情報というのは持ってきてないということで、このラインナップからは汲み取れるんですけどよろしいですか。どちらも今すごい制作中ですので、今後しっかりとお伝えするタイミングも出てくると思うんですが、今回少しだけちょっと情報を持ってきました。ありがとうございます。まずアニメについてですが、いろいろ皆さんからのコメントもいただきまして、どこまで描くんだろうとかいろいろあったんですけど、まずアニメの主人公、そして上位の話は描き切ります。描き切る、なのでワンクールには収まらないです。ここから先は今後の話でちゃんとさせてください。楽しみです。他にもありますか。はい、さらに7月に米国で開催されるアニメエキスポにも出展が決まりました。こちらはアニメート様のご協力にアニメート様のブースの一部で展示を行います。で、海外では初となる原画展示も行いますので、ぜひアメリカのファンの皆様ご来場ください。前回のライブの時にいろんな各界のね海外の方からもメッセージコメントいただいておりますので、やっぱり皆さん期待値は高いかと思いますね。さあそして舞台に関しては、舞台に関しては新しい情報を持ってきましたので、キャストの情報ですが月城さんお願いします。はい、ご紹介させていただきます。パーン役は山沖裕貴さん、クレオ役は桜木楓さん、オデッサシルバーバーグ役は桜井しおりさん、マッシュ役は伊勢大輝さん、霞役は山内優香さん、ルック役は日暮清志郎さんとなっております。中井さんからこの俳優陣がすごくできることがもう非常にワクワクしているということで、今すごいいろいろ本書いていただいたりとかいろいろしてると思いますので、お楽しみください。ぜひ楽しみにしてください。まだキャストの情報あるので、月城さん追加でお願いします。はい、テオマクドール役は高木智之さん、ウィンディ役は大悟セシルさん、バルバロスタルーグナー役は梶直人さんです。もう本当ねキャスト情報が盛りだくさんなんですけども、この番組にもできればそのキャストの皆さん来れる時には来てもらいたいなと思ってますので、稽古風景とか今進捗とか稽古風景だったりとかいうものはしっかりと撮ってご紹介できるようにしたいなと思いますし、途中今ちょうど衣装とか、あとはなんか集合写真、舞台でよくある集合写真の並びをどうするとか、いろんなところの今制作もずっと進んでますので、こちらの方は逆に演出の方含めてしっかりとご紹介できればなと思ってます。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。改めて舞台情報。幻想水湖伝門の紋章戦争編は2025年12月に東京、京都の2都市で公演を予定しております。ぜひお楽しみに。さあそれではこちらから参りましょう。幻想水湖伝 1&2HD リマスター門の紋章戦争デュナン統一戦争です。ディレクターの大串さんにも来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ディレクターの大串です。よろしくお願いいたします。発売から2ヶ月、およそ経ちましたけども、反響ってどうですか？そうですね、発売後遊んでいただけた皆様から、ありがたいことにご好評いただいております。また遊んでいただいた感想を毎日のように、見ることができまして、とても嬉しく思っております。はい。さあ、そして大口さん、今日はどういうお知らせを？はい、本日はアップデートに関するお知らせをいたします。はい。公式サイトで告知しておりましたこちらの内容につきまして修正を行い、先日バージョン 1.0.3 のアップデートを配信いたしました。はい。特に幻想水湖伝2の倉庫周りの不具合では皆様にご不便をおかけいたしました。まず倉庫のまとめる機能が正しく機能するようにいたしました。またまとめる機能の不具合によりまして不正なアイテムなどが生成されることがありましたが、そのまま残しておきますと、さらなる不具合につながることもありますため、セーブデータのロード時に、可能な限り処理されるように修正いたしました。それ以外の不具合に関しましても修正を反映しております。次にいくつか追加した機能に関してのお知らせとなります。まず PC プラットフォーム上で終了ボタンの追加を行いました。次に起動後のタイトル選択画面に設定2というメニューを追加いたしました。こちら設定2の中にバトル倍速時の BGM の倍速設定やダッシュボタンの操作の切り替え設定などを追加いたしました。その他にもいくつかの更新を行いました。詳細については公式サイトに記載しておりますので、そちらをご覧ください。以上、アップデートに関するお知らせでした。やっぱりこのユーザーとしてもね、アップデートが完了するたびにすごくまたやりやすくなってくるっていうのはね、すごく心地よくなってくるっていうのはね、嬉しいかと思います。さあ、他にもじゃあ何か情報はありますか？はい、前回の配信でお話ししたことでもあるのですが、本作では遊べるプラットフォームを多くすることを目指しておりました。はい。そのため Nintendo Switch 2版での発売もすることにいたしました。Nintendo Switch 2版では性能に合わせて解像度やフレームレートを調整しております。Nintendo Switch 版は、Nintendo Switch 2に互換しております。すでに Nintendo Switch 版をお持ちの方は Nintendo Switch 2でもプレイいただけます。その場合は解像度やフレームレートなどは Nintendo Switch 版のものになります。それぞれのスペック詳細に関しては公式サイトに記載しております。はい。Nintendo Switch 2版はこれから購入される方の新しい選択肢となればと思っております。確かに。Nintendo Switch 2版の発売日は6月5日です。機種本体の発売日と同時に発売いたします。よろしくお願いいたします。はい。以上、幻想水湖伝 1&2HD リマスターのお知らせとなります。今後もよろしくお願いいたします。はい。スイッチ2版もね、楽しみにしております。小口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いてはこちらです。幻想水湖伝スターリープです。はい。そしてこちらには幻想水湖伝スターリープのプロデューサーを務めている藤松さんと一緒にお届けしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。藤松さんの方にも何かやっぱり反響はあります？そうですね。前回幻想水湖伝ライブで、幻想水湖伝 1&2HD リマスターに続くセカンドステップとしてこの幻想水湖伝スターリープを発表させていただきました。はい。発表直後からですね、たくさんのコメントをいただきまして、特に同時にティザートレーラーを公開させていただいたんですけども、そちらを見てグラフィックとか、サウンドとかにはとても期待していただけるようで、制作チーム一同、喜ぶとともに、改めて気合を入れ直して制作に臨んでおります。でも本当プレッシャーじゃなくてね、力になっているということですもんね。大変力になってますので、より頑張っていきたいと思っています。そうということなんですが、今回キャストとして月城さんは翡翠役として発表がありましたけれども、周りの反響といかがでした？そうですね、やっぱりいろんな方から親世代の方々もそうですし、お友達からも幻想水湖伝出るのってすごい連絡をもらって、昔遊んでた幻想水湖伝が今の時代になってまた遊べるなんて思わなかったみたいな。確かに。そのトレーラー見てくださった方もすごいグラフィックもパワーアップしてて、そうやるのが楽しみになったって言ってくださって、私もすごい嬉しい気持ちになりました。もうやっぱりね、この手元でモバイルでできるっていうのはさらにね、そうですね、若い世代にも受け入れられると、楽しんでいただきたいと思います。はい。さあ、藤松さん、今日は何を持ってきていただきましたか？はい、本日はですね、ストーリーのトレーラーを持ってきました。ストーリーのトレーラー。はい。前回の番組を配信した後に、ストーリーについてもコメントたくさんいただきまして、気になるところがね、どんな冒険になるんだろうとか、過去作とのつながりってどうなるんですかとか、コメントいただきまして、
今回持ってきたストーリートレーラーは、そこに一部お答えできるものになってるんじゃないかなと思いますので、ぜひ見ていただければなと思います。初出しはいですよね。はい、さあそれではご覧いただきましょう。どうぞ。どうしよう、うちらの里が。まずはみんなを探さないと。里が燃えちまっても命さえあれば何とでもなる。みんなで力を合わせて復興させりゃいい。私をそばに置いてくださること、言葉にできないほど感謝しています。旅は本当に危険がいっぱいあんだ。私が守るぜ。何かが起きた時ほど冷静に判断しなければなりません。我が弟子よ、あなたは現状をどう見ますか？あなたたちが信用できるか試してもいいかしら。蘭林天と名乗っている手だれの用心棒です。我々の連携を見せてやりましょう。さすが暁帝国の帝都ですね。こんなに人がいるの見たことねえよ。君知らないのかい？新郎のアキレスさんはこの結婚式のために今日だけ釈放されてるんだ。帝国よ、聞こえるか？たとえ僕の命が消えようとも、この灯火は決して消えない。お嬢ちゃんの理想は嫌いじゃないが、構える力がないなら所詮絵空事だ。お嬢さん、あんた貴族だったのだ。私は今ようやくこの目で見ています。人々が帝国の圧政に苦しむ姿を、まっとうに生きることすらもできない現実を。処分前の人働きだ。死に物狂いで踊れ。薬で無理やりそれを呼び起こし刺激するのさ。なあお前ら、なんでこの石を欲しがってんだ？さあ、敵は刻一刻と迫ってきます。我が弟子よ、決断の時です。この地に粛清の集う兆しがあります。今は運命が揺らぎ、未来が見えぬ時、その道は時に壮絶なものとなるでしょう。未来を見つめ進みなさい。幻想水湖伝スターリープ。これら見ていかがでしたか？やっぱり前回のトレーラーよりもいろんなキャラクターが出てきてて、見たことないキャラクターたちもいて、この子はどんな子なんだろうっていう想像がかきたてられるような濃い内容のトレーラーだったなと思います。はい、藤松さんに加えてディレクターの竹山さんにもご一緒させていただきます。竹山さん、自己紹介お願いいたします。はい、ディレクターの竹山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではストーリーについてね、お話をお伺いする前にですね、前回の番組でご紹介いただきましたあらすじをおさらいしていきたいと思います。はい、本作は主人公を中心にメインストーリーを進めることで出会い、仲間となっていく新たな108世とともに
幻想水湖伝スターリープの物語は展開されていきます。はい、新たな108世というのがね、僕らもワクワクするところなんですけれども、はい、前回は里が襲撃されて主人公一行がこの復興に向けた旅に出たというところまでお話をお伺いしましたが、はい、そうですね、前回の番組でそれをお伝えさせていただいたところで、そこから過去作キャラとどう絡むのであったり、前日談後日談って言ってましたけどそれってどういうことなんですかっていうコメントをたくさんいただきまして、はい、で今回ストーリートレーラーでもお見せしたように物語の序盤では解放軍を起こす前のオデッサ、フリック、ビクトールなんかが出てきますので、今回そこを掘り下げながらお話できればと思います。はい、さあ幻想水湖伝スターリープの物語、そしてそこにオデッサやフリックがどう関わっていくのか、ズバリ教えてください。竹山さん。はい、今回、物語の序盤では里の復興のため主人公たちはとあるものを探しに旅に出ます。その最中に暁帝国の貴族であるオデッサと出会います。主人公とオデッサたちはこの物語上どういう関係なんですか？主人公たちの物語とオデッサたちの物語が交差するというイメージです。じゃあ別々に物語で進んでいると。そうなんです。はい。ある地点で行動を一時的にともします。わかるんですけど、はい、その物語を交差するっていうのがじゃあキーワードになる。そうですね。ですよね。はい、これ主人公の物語とオデッサの物語が、はい、違うところにある、次元は一緒なんだけれども違うところで別々にストーリーが進んでいると。例えばですけども、今回このスターリープから始められるっていう方がいても問題ないんですか、そのストーリー的には。そうですね、今回は幻想水湖伝の新作として新しい主人公の物語を楽しんでいただけるようにしております。なるほど。さあということで、まずはこの新作を楽しんでいただく、もちろん旧作を楽しんでからでもいいんですよということですよね。はい、その上でですね、過去のシリーズに登場したさまざまなキャラとも関わることになります。はい、ファンの方にはそこも楽しんでいただけると嬉しいですし、はい、初めて幻想水湖伝に触れていただいた方にも本作をきっかけに他のシリーズタイトルも遊んでいただけるととても嬉しいです。わかりました。これやっぱり気になるのがそのオデッサの物語、はい、これはどういう物語なんですか？はい、もうズバリ言ってしまうと、解放軍の結成に関わるお話です。結成前の話？そうですね。はい。幻想水湖伝スターリープの物語の始まりは太陽暦453年なんですが、オデッサはまだこの頃は解放軍を立ち上げていないただの帝国の貴族のお嬢様なんです。そしてハンフリーやフリック、ビクトールとどのようにして出会っていくのか、オデッサはなぜ解放軍を立ち上げることになったのか、そういう部分がしっかりと描かれております。はい。このねスターリープにこの幻想水湖伝1と幻想水湖伝の世界を崩さずに物語をこの編み込んでいくという作業ってかなり大変かなと思うんですけれども、どのように制作されているのか、今その過程もちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、藤間さん。はい、そうですね、幻想水湖伝スターリープのストーリーは、ディレクターの竹山さんを中心としてチームで制作してます。はい、で過去作の物語も絡んできますので、崎山の IP 監修はもちろんなんですけども、幻想水湖伝5のシナリオを、手掛けた津川さんであったり、漫画家の秋内先生という方にもご協力いただいていて、秋内先生からは、過去作のキャラクターも大切にしつつ、新しいキャラクターを魅力的に見せられるよう、頑張りましたというコメントもいただいておりまして、実はたくさんのチームのメンバーでシナリオを作っていっているという感じになります。108世が集まったということですよね。さあ解放軍を立ち上げる前のオデッサたちというのもねやっぱり気になるところなんですけれども、トレーラーではこのオリジナルのキャラクターをはじめいろんなキャラクターが登場いたしました。さあそこでこのキャラクターたちのご紹介をお願いいたします。はい、先ほどのトレーラーではちょっとストーリーのトレーラーということもありまして、たくさんのキャラクターが映像に映り込んでたんですけども、ちょっと全てのキャラクターをご紹介することはできないんですけども、できる限りご紹介させていただきたいと思ってます。お願いいたします。お願いします。はい、ではまず幻想水湖伝スターリープオリジナルのキャラクターからご紹介いたします。はい、まずはこちらです。ユア、主人公の妹です。まだまだ子供なんですが、性格的にはすごく自立している立派な女の子です。一人で他の町に料理授業に出ているので、最初は里にはいません。はい、料理でみんなを笑顔にしたいというのが夢です。このキャラクターは料理の機能を担当しています。
キャラクターボイスはリユーさんに演じていただきました。リュウは実はストーリートレーラーの最後のところに料理してましたよ。なるほど。さあそしてはい、続いてオルハンです。里の創設に関わったうちの一人で、主人公の幼なじみであるシーリーンの父親です。里で酒場を営んでいて、仕事中も仕事が終わってもずっと酒を飲んでいるし、戦闘中でも酒を飲むという酒浸りおじさんです。水拳の使い手ですか？いえ、そうではないです。なるほど。ただ飲んでいます。はい。人が大好きでいろんな噂話が酒場に集まるということで、酒場ではサイドストーリーを楽しめたりします。キャラクターボイスは井上和彦さんに演じていただきました。すっごいぶっきらぼうな感じでね。そうですね。悪そうな感じですけども。続いてファラです。交易所の店員をしている女性です。かなり童顔で子供っぽく見えますが、20歳を超えているので大人です。お酒も楽しみます。ちょっと待ってください。20歳を超えているので大人ですって。はい、童顔だからってことですか？そうですね。コンビニエンスストアで免許証とかを求められる感じだということですね。いつも子供に間違われるということがありました。はい。こちらのキャラクターは、里の復興でも重要な役割を担うキャラクターとなりますが、今後の番組で改めてご紹介できればと思います。キャラクターボイスは綿谷美穂さんに演じていただきました。はい、続いてフラナガンです。里の警備を日々頑張ってくれています。守りのプロなのでバトルで進化を発揮してくれます。どんな特徴があるんですか？はい、もう一言で言うと、本当に元気なキャラクターで、里で一番テンションが高いですし、話しかけるとなんか元気が出ます。キャラクターボイスは高梨健吾さんに演じていただきました。続いてスタンダールです。こちらのキャラクターですが、ラービー族というウサギのようなウサギじゃないような謎の種族です。自分自身を希代の冒険探索家と名乗っていて、主人公の冒険探を描きたいと強引に屋敷に住み着きます。結構怪しいというか、なんかうさんくささもあるんですが、実はすごい力を持っていて、このスタンダールが書いた冒険探を読むと、過去に体験したことをありありと思い出すことができます。はい、はい、キャラクターボイスは犬山犬子さんに演じていただきました。はい。そして幻想水湖伝1に登場したキャラクターが、今回のこの幻想水湖伝スターリープにも登場しますので、そのキャラクターたちを紹介させてください。はい、月城さんお願いします。はい、過去作のネタバレにならない程度に紹介させていただきたいと思います。はい、まずはオデッサです。少し世間知らずなところはありますが、気品のある優しさと不正を許さない正義感を持つ暁帝国の名門貴族の女性です。キャラクターボイスは白石遥さんに演じていただきました。はい、オデッサどうですか？僕ら大好きですよね。はい、でもオデッサに関してはあまり語らない方がいいかなと思ってますんで、はい、ぜひ幻想水湖伝1をね、プレイしていただきたいなと思ってます。はい、続いてフリックです。青いマントが特徴の旅の剣士です。腕は立つのですが、若さゆえかいろいろな面で青いところが目立つキャラクターです。キャラクターボイスは中村雄一さんに演じていただきました。はい、ということでフリックなんですけれども、やっぱりちょっとなんかその青々しさっていうのは今回描かれている。そうですね、幻想水湖伝1よりも、少しもうちょっと若い時代ですので、実はまだバンダナもしてない状態なんですけども、その頃よりもさらに若くさらに青くみたいな感じのキャラクターになってます。なるほど。竹山さんからはオデッサに出会う前のフリックですので、はい、かなりなんていうんですかね、やんちゃというか、はい、そういうところも見れるかなと思います。物分かりの悪そうなところもあるということですね。楽しみです。最後はビクトールです。見た目通りの豪快な性格の大男です。とある目的を持って各地を旅している戦士なのですが、彼の人を見る目は確かで、気に入った人物には世話を焼きたがるおせっかいな一面もあります。キャラクターボイスは小西克幸さんに演じていただきました。はい、ビクトールね、藤松さん。ビクトールは実は竹山さんが一番好きなキャラクターなので、竹山さんにちょっと語っていただきましょう。そうですね、あまり語りすぎるとちょっともう10分ぐらい使うことになるので割愛するんですが、はい、幻想水湖伝1と2に出てきまして、その中のエピソードにありますが、本当に心が強いキャラクターだなと思っておりまして、悲しみを外に見せないと言いますか、本当は心の中ではすごく悲しんでると思うんですけど、気丈に振る舞うっていうところがすごくやっぱりいいなと思っております。
あの場面良かったですよね。言っちゃダメですよ。わかりました。そうで、立ち絵のイラストもね素晴らしいんですけれども、ドットで表現されたキャラクターの表現、これも動き一つとっても非常に細かく精細に表現されてますよね。ありがとうございます。はい。今回のスターリープはイラストだけでなくドットにも強くこだわりを持って制作しています。はい、はい。チームのドットリーダーの米山とピクセルアート界隈では非常に有名な西村さんとタッグを組み、とてもいいドットを作り上げてもらいました。はい。さあ今回そんなお二人から、実はコメントが。そうなんです。はい、まずはリーダーの米山剛さんです。幻想水湖伝スターリープでは幻想水湖伝1、2のようなドット絵をベースにしつつ、最新技術による狂言で幻想水湖伝シリーズのキャラクターたちの魅力を引き出せるような作品を目指して開発しています。ドット絵で描かれた新たな客発生たちの活躍にもご期待ください。はい。続いて西村正義さんのコメントです。長い歴史を持つタイトルですので、多くのファンの方々のイメージを崩すことなく喜んでいただけるように制作させていただいております。本当にたくさんのキャラが登場するタイトルですので、それぞれの個性が光るポージングやアクションを心がけておりますので、ぜひ作品中でご覧いただけると嬉しいです。楽しみにしております。はい。さあ続いては物語が展開されるロケーションについてご紹介していきたいと思います。トレーラーでは主人公たちの里や幻想水湖伝1のグレッグミンスターで移動する姿が見られました。 RPG の醍醐味として、隅々まで探検したい、全部見たいよという意欲がふつふつと湧いてくるわけなんですが、これ実際に自由に探索できるようになっているんですか？いろんな街とかダンジョンとかに行くことになるんですけども、プレイヤーの皆さんがキャラクターを自由に動かして冒険を進めることができます。めちゃくちゃ楽しみですよね。街じゃどういったことができるんです？ランドマークという機能がありまして、例えばグレッグミンスターでは女神像やテオマクドール邸などがランドマークとなっています。でそこに行けばそれにまつわる海外イベントが発生したりします。ランドマークっていうのはそう地図ごとに街ごとに何かが、はい。でそこに一度行くと新業法でめちゃくちゃ早くそこに行けるようになるので、普通にこう街を探索する中で便利になりますので、ぜひランドマークを見つけていただければなと思います。はい。グレッグミンスターにも原作通りに防具屋があるのですが、そういうアクセスしたい場所の近くにランドマークが設定されたりしています。さすが、やっぱね、防具屋とかね、すぐ行きたいのに行けなかった、あと道具屋ね、何々買ってこいっていうクエストがあるのに行けないっていうのがこれで解消されると。そうですね。はい。あとはですね、サイドクエストみたいな感じで、町の住民からクエストが受けられます。これはプレイが必須というものではないのですが、クリアすれば報酬がもらえるほか、交易とかでお得になったりもしますので、ぜひお時間があるときにやっていただけると嬉しいです。はい。はい。絶対やりますよね。はい。隅々までですから。はい。はい。街の中には宝箱もたくさんありますので、ぜひそちらも探してみてください。街の機能は他にもまだまだあるのですが、今日ご紹介するのはここまでです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、いろんなねロケーション、探検できる、冒険できると思うと楽しみがね、止まりませんが。さあ続いては物語を彩る音楽について聞いていただければと思います。さあここでゲストのご紹介です。サウンドクリエイターを務めています鴨地さんです。はじめまして、鴨地あかりと申します。幻想水湖伝スターリープでは新曲の制作監修に加え効果音制作などサウンド全般に関わるお仕事に携わらせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあそしてメトロベリーの山本さんです。はじめまして、山本と申します。普段は幻想水湖伝のコンサートの企画とか演出をしております。今回幻想水湖伝のスターリープでは過去作の楽曲のオーケストラアレンジやレコーディング周り、あと一部新規楽曲の制作にも携わっています。よろしくお願いします。前回まずサウンドにはこだわりがあると、おっしゃってましたけれども、そのあたりについて今日は詳しくお伺いできますでしょうか。はい、サウンドはですね、ディレクターの竹山さんとともに、こだわっていこうと決めた部分でして、鴨地は先ほどあったようにBGM とサウンドエフェクトの制作と監修しておりますし、山本さんはコンサートの主催であったり、我々がこだわって
楽器の生音を100曲以上収録したというのをお伝えしたと思うんですけども、そこにも協力いただいてますんで、このメンバーに今日はこだわりを語っていただこうと思ってます。お願いいたします。さあということで、まずはね、この幻想水湖伝スターリープの BGM、たくさんのこだわりがあるということなので、オーダーもすごかったんだと思うんですけども、竹山さん、どんなオーダーをされたんでしょう？実はですね、細かいオーダーは全然しておりません。なんと、例えばストーリーで流れる曲に関してはこういうシチュエーションですとか、こういうイメージですみたいな感じでお伝えしたりとか、あと戦闘曲はテンションを上げてもらいたいのでロック調にしてくださいとか、そういう感じでお伝えしておりました。例えば、具体的に言うと街が変わると音楽が変わったりするじゃないですか、あの場面とか。過去作の BGM に関しては、アレンジという形でやっていただいてるんですが、今作にも新しい街っていうのが登場するんですけれども、そちらも情報がちょっと少ないというか、コンセプトアートしかできてない状況で依頼しているので、この国のこの曲のイメージで作ってくださいみたいな感じでのオーダーですね。正直大変な部分はあるんですが、まずその竹山さんとすり合わせをさせていただいたのが、自分自身もその幼い頃から東野美樹さんはじめ歴代のサウンドクリエイターの方々が作られてきたその幻想水湖伝らしい音楽感をとにかく大事にしたいというところで、そこは一番すり合わせをさせていただいたかなと思ってます。具体的にその幻想水湖伝らしいサウンドとは何かなというところなんですけれども、一つはクラシック音楽と言われる西洋音楽と、またその世界中の民族音楽の絶妙な融合であることと、また記憶に残る特徴的なメロディーであるということです。で今回はそれにスターリープならではの和とか中華の要素をブレンドして、どこか懐かしいけれども新しいスターリープならではの世界観を出せるように試行錯誤を繰り返しているというところです。前回のやっぱ放送でもね、このオーケストラの演奏で、視聴者さんからのコメントなんですけども、元帥らしいねっていう声がね多くあったんですよ。やっぱああいうのもすごく励みになっているというか。そうですね、視聴者様のコメントを私も見させていただいて、原作へのリスペクトを込めてちょいちょいと隠し要素として、メロディーのアレンジとかモチーフとかを入れさせていただいてるんですけれども、それに皆様がすぐ気がついてコメントをたくさんくださったのがとても嬉しかったです。で他の曲にも実はこっそり散りばめられていますので、そのあたり新しい曲も今後楽しみに聴いていただけたら幸いです。その音楽をやっぱり幼少の頃からされている方とはやっぱりもう何ですかね、もう音に対する感覚がやっぱ全然違うなっていうのを今回も思いまして、でこちらから幻想水湖伝らしい曲にしてくださいっていうふうに頼むのは一言で済むんですけど、実際それを今おっしゃっていただいたように、こういうのが幻想水湖伝らしい曲ですよねっていうところのすり合わせですごくいろいろ言っていただいて、あ、そうですそうですみたいな感じでお伝えしていって、曲を一緒に作っていった。僕が一緒に作っていったって言ったらだいぶおこがましいんですけど、結果的にすごくいい BGM になってよかったなと思っています。これ藤松さんね、やっぱり出来上がった曲を今度また聴いていくじゃないですか、スタッフ全員で。その時ってどういう感覚なんですか？そうですね、まずは曲だけが上がってくるんですけど、まずそれを聴きます、でその後ゲームに組み込まれた状態で今度聴きますっていうので、またそこでも違ったやっぱこのシーンでこの曲でいいよねとか、でもやってると、このシーンにまた違った曲欲しいよねってサウンドからもディレクターからも言われて、私は頭を抱えるということになるんですけどそれがたまりにたまってこの曲数になっていってるっていうのがあります。なるほど。さあじゃあさらに深い続いてなんですけど、過去作の楽曲を、今作用にオーケストラアレンジを行った山本さんにお話もねお伺いしたいと思うんですけども、どんなところ一番気使われました？今回その楽曲数もすごく多かったということもあって、コンサートの制作チーム総出で、今回制作を担当させていただいてまして、その制作チームもちろん幻想水湖伝シリーズものすごく詳しい人たち、好きな人たちが作っているので、例えばじゃあこの楽曲をアレンジしますとなった時に、その楽曲が、どのシーンで使われている楽曲であったりとか、そういうものを、共通認識としてみんな持って制作すると、やっぱり普通にただアレンジするだけよりはだいぶこうゲームに
寄った音楽が作れるかなと思ったので、結構そのあたりはすごく気を使って制作はしました。やっぱりそのメンバー全員が、同じ方向を向いてるからこそ、その世界観の広がり、あとすごい緻密な思い出が聞いてる僕らにも伝わってきますよね。この生音でね、前回の配信なんですけども収録したっていう話をお伺いしましたけれども、この生音で苦労される部分ってのは何かあるんですか？はい、ただ全てのBGM をじゃあ生音で撮ればいいよというわけではなくて、あくまでも今の時代のゲームとして先ほども紹介いただいたみたいにドットで表現されている綺麗なグラフィックであるとか、メインストーリーがフルボイスで撮っていただいているとか、豪華なエフェクトやモーションでバトルが豪華に見える、そういうものが形作るスターリープの世界観に合うように、そして何よりもその大事なシナリオですよね、物語を魅力的に演出できるようにBGM の出し方やバランスをみんなで悩んだところが一番難しかったなと思っています。ただ今回山本さんはじめ編曲家の方、演奏家の方、エンジニアの方など、全ての方々がとにかく一音一音にこだわってクオリティの高いものをひたむきに追求してくださったので、苦労はあったんですけれどもレベルの高いものができたのではないかなと思ってとても感謝しております。竹山さん、もう一言で言うと、大変だったけど楽しかったよって。楽しかったですか？でも本当にいい曲がたくさんできたので、まだ全然お届けできてないんですが、本当に早くお届けしたいなっていう気持ちでいます。もう本当になんか僕らもね、早く聞いて、あと自分たちのね物語をまずそこでいろいろ作ってもらって、そこをまた保管するようなね作業がね、音楽ってすごくその時の思い出がね、なんか蘇らせてくれますもんね。その一助になっているというところ、早く感じたいです。さあ、そんな中で今回このオーケストラのメイキング映像もあるということなので、ちょっとね皆さんも一緒にご覧いただきましょう。さあ、まずこれは雅楽で使われる笙ですね。笙、いきなり珍しい楽器ね。こういった珍しい楽器も今回は揃えられて、山本さんが頑張って、奏者さんを探してきてくださいました。そうですね、結構奏者さんが少ない楽器とかも多くて、どこまで生音で撮るかどうかみたいな。でもせっかくこういうふうにレコーディングしてるので、なるべく撮りたいと思うものは言ってくださいとはお伝えはしました。ガンガン撮りましょうっていう。竹山さんのわがままに全部答えていく。ありがとうございます。これはオーケストラで、皆さんやっぱりプロですからね、いろいろ覚えてきて、ここで息に合わせていくと。そうですね。さっき映ってたのは鴨本さん。はい、そうですね。ピアノを少し、やらせていただきました。山本さんも、打楽器はね、山本さんがやっていただいて、大体取りました。大体取りました。サウンドクリエイターって自分たちでも演奏されるで撮る。場合による。人によるかもしれない。こういうのとかですね。そうですね。例えばトライアングルチーンっていう音を、これがいいですか、これがいいですか、これがいいですかみたいな5種類ぐらい用意してて、その場で叩いてどうですか、これでお願いしますみたいな感じでやってます。なかなかね、その声の取り方とまたちょっと違う地道な作業がありますね。そうですね。繊細な調節が必要になってくる。あとやっぱバランスとかもね、この現場で見てやっぱりやっていかないといけないでしょう。そうですね。それを最後きれいにまとめてくださるそのレコーディングエンジニアさんの方がいらっしゃって、その方のおかげで本当に一つのまとまりのある曲になっていると思います。なるほど。いやもうちょっとね、こういう裏話をねどんどん聞けて、またさらにプレイできるとすごく楽しみが増えていきますが、さあということでそろそろお時間になりました。視聴者の皆さんにメッセージを頂戴したいと思います。鴨本さん。はい、かつて幻想水湖伝の音楽に魅了され、そこから長い時間を経て
ずっと夢を抱いてきた一ファンとしてこうして幻想水湖伝スターリープの音楽を皆様にお届けすることができて、とても嬉しく光栄に思っております。今回山本さんにたくさんご助力をいただきまして、改めて原曲のかっこよさ素晴らしさを再認識しましたし、それに追い越せという気合のもとに新曲もクオリティアップを図ることができたかなと思っています。今後も次のステップにつなげていけるように我々制作スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、皆様応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。また音楽を通して皆様にお会いできるのをこれから楽しみにしております。本日はありがとうございました。ありがとうございます。続いて山本さん。私個人的にも幻想水湖伝のシリーズが大好きで、いつもコンサートの企画をさせていただいてるんですけれども、過去作をプレイしてる時とかにいつもなんか密かにこのゲーム生音のオーケストラで音楽ゲーム内で流れればいいなみたいなのを今までずっと考えて、ゲームしてきたんです。で今度は歴史あるこの作品の音楽を再構築させていただけるという機会をいただけたことをすごく光栄に思っております。で貨物さんはじめそのサウンドチームの皆さんと本当に密なやり取りをすごく繰り返して作っていったっていうこともあって、一班としてもものすごく満足度の高いなんていうんですかね、妥協のないいい音楽が作れたと思ってますので、ぜひゲームをプレイされる際はその音楽の細部とかにもちょっと耳を傾けていただきつつ、楽しんでいただければなと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございます。さあということで以上が今回の幻想水湖伝スターリープの情報となっております。藤松さんと、竹山さんにも視聴者に向けてメッセージをお願いします。竹山さん。はい、3月の発表以来たくさん期待のお声をいただいておりまして本当にありがたく思っています。スタッフもクオリティを上げるために日々努力していまして、力を込めた部分が実際に皆さんに褒めていただけると本当に嬉しそうに報告しに来たりしてます。はい。で、現在まだまだ開発中なんですが SNS 等で皆さんに応援コメントいただけると非常に励みになりますので何卒よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ藤本さん。はい。今回はストーリーと BGM を中心にお伝えさせていただきました。キャラクターもまだまだ登場しますし、ゲーム内容についてもまだお届けできていない部分がたくさんありますので、これからも注目いただければなと思います。で、ぜひ今回お伝えした内容の感想や、次回配信で聞きたいことなんかをコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで以上幻想水湖伝スターリープについてのコーナーでした。さあ続いてはこちらです。初めての幻想水湖伝。このコーナーでは幻想水湖伝作品とスターリープのつながりを解説するコーナーです。はい、幻想水湖伝 IP 監修担当の崎山さん、よろしくお願いします。はい、ようこそ幻想水湖伝の世界へ。シリーズ初心者の方にも分かりやすく解説を務めたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあじゃあ崎山先生、早速なんですけども今日は何を教えてくださいますか。はい、今日は太陽暦を紹介します。太陽暦。太陽暦は、じゃあ西暦のようなイメージでいいんでしょうか。そうですね。元帥の大陸全土で長く使われている暦が太陽暦です。それでは新入生の月城さんにこのコーナーの教科書である極み大辞典を、お貸ししたいと思います。教科書分厚。こんなんあります。それはちょっと待って、新品なんですか。はい。新品をお持ちしました。まだかろうじて。新品では。もったいない。なかなかレアな存在ではありますけど。開け方下手。はい。ということでこちらの方。あら、月城さん、みぞれ。これ藤本さん、もうないですよね。そうです。ありがとうございます。新品を初めて見ました。ツヤツヤですよ。ピカピカ。私は大きいですよ。すごいです。まあそれは新品なんですけど、この私の極み大辞典はもう
おそらく世界で一番使い込まれた極みでね、もうすでにボロボロでテープで留めたりして使っているような状態ですけど、日本語版だけですけど、今電子書籍版もありますので大変おすすめです。それでは教科書の838ページを開いてみてください。教科書すごいなんか学生になったちなみにページ数は1080ページ、ここに108がちゃんと入ってる。なるほど、それ覚えやすいのに今なんで覚えてなかったんですか。見つかりましたか。見つかりました。よかった。ようやくお待たせしました。はい。それでは太陽暦元年を月城さん読んでみてください。はい。ヒクサクが新官庁として新官政治を開始。この年を太陽暦元年と定めると書いてあります。太陽暦はこの幻想水湖伝スターリープの時代にも存在する古い大国、ハルモニア新生国の建国の英雄ヒクサクが新官庁として政治を開始した年を太陽暦元年と定めたことが起源となっています。この後もハルモニア新生国はこの優れた文化とか強力な軍隊を要する大国として以後数百年の長きにわたりシリーズの中でも大きな存在感を示しています。おーって言ってますけど、ちゃんとついてきてますか。はい。そう、なるほど。でもなるほど。ここが太陽暦の始まりなんですもんね。そうですね。でもこの太陽暦の中でこの戦争が繰り広げられるということなんですよね。そうですね。ではこちらをご覧ください。元帥シリーズはナンバリング作として5作品あります。ナンバリング作すべてが同じ世界でありながら、それぞれ別の時代とか別の場所で繰り広げられている戦記物語。物語的にはそれぞれが独立して完結しています。新作の幻想水湖伝スターリープも別世界じゃなくて、今までと同じ太陽暦で起こる物語となるんですけども、先ほど言った太陽暦453年で、幻想水湖伝5の後で、1の少し前のところから始まる物語になっています。ちょうど間なんですね。というところで、スターリープはこのシリーズ作と同じ世界の物語、地続きの世界ですので、この幻想水湖伝1&2をはじめとしたキャラクターたち、ストーリー登場してきます。さて太陽暦ですが長く続いているということもあり、俯瞰的に歴史を語るときには太陽暦で紹介すると便利です。例えばゲオルグ・プライムという人物がいるのですが、スターリープの7年前の太陽暦446年に暁帝国で発生した内乱、継承戦争で帝国6将軍として活躍したゲオルグ。幻想水湖伝5、太陽暦450年に黒い衣に身を包み女王騎士としてファレナ女王国で活躍したかっこいいゲオルグ。幻想水湖伝2、太陽暦460年のデュナン統一戦争時にとても頼りになる甘党剣士として活躍した二太刀いらずのゲオルグ。こうして見ると過去にしていた団体をもう2の時にはしていませんね。こうした歴史ものとしての謎解き要素が楽しめるのも元帥シリーズの面白いところです。となるとこのスターリープでもゲオルグは絡んでくる。そうですね。実は、前回の番組で紹介したティザートレーラーで、ワンカットなんですけども、ゲオルグ映ってるんですね。ぜひ探してみてください。イノシシの辺とか、主人公とかホウとかがいる辺にいるんじゃないかなと思うんで、ぜひ見つけてみてください。はい、わかりました。さてシリーズ作だけでもこの170年という長さで描かれているんですが、公表されている幻想水湖伝の世界の歴史はこれが全てではありません。30年間受け継がれてきたこの壮大な歴史の厚みっていうのがこの幻想水湖伝の奥深さを物語っていると思います。まさにそうだと思いますね。幻想水湖伝スターリープの物語もこの太陽暦の歴史に刻まれている物語の一つであり、太陽暦453年に主人公の里が襲撃されてしまうところから変化の紋章をめぐる物語が動き出します。それでは月城さん、太陽暦理解できたでしょうか。いいよ先生、もうあと2、3追加した授業が多分、必要になるかと思いますけども、今改めて説明されてより理解がちゃんと深まった気がします。とてもそうは思えない。本当です。でもちょっとあと2時間ぐらい授業してほしいなとは
ものですが、はい、まずは今日のまとめを月城さんお願いします。はい、元帥の歴史を理解するには太陽暦100年はかかる。分かってないってことじゃないですか。いや、やっぱちゃんと理解するには、はい、やっぱ100年は欲しいなと。まあそれだけ人の人生とか、積み重ねがもうより詰まってるので、ちゃんと理解したいんですけど、多分太陽暦100年はかかるだろうなっていう。そこまで付き合いきれませんよ。付き合ってくださいよ。はい。さあということで、以上初めての幻想水湖伝でした。さあということでそろそろお別れのお時間となりましたが、今日の情報まとめておきましょう。はい、公式 X では今日の情報のリマインド、そして随時新しい情報もポストしてまいります。ぜひぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は定期的にお届けしてまいりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さあそれでは最後に内藤さん、メッセージをお願いいたします。はい、皆さんまずご視聴ありがとうございました。第2回ということで、幻想水湖伝の、特にスターリープについて詳しく説明したんですけれども、本当にまだ全然話してない内容もたくさんありますし、こだわりのあるメンバーで作っていますので、ぜひちょっと今後も楽しみにしていただければと思います。そしていろいろアニメであったり舞台であったりとか、いろんな展開については今後もまた配信の中でお話していきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでまたね、番組内でこういう企画やってほしいとかっていうのはもしあったらね、そうぜひ最後のシリーズ解説コーナー、今後も崎山先生出てきてもらおうと思ってますので、こんなこと知りたいですとか、こんなことを幻想水湖伝ってどうなってるんですかとか、いろいろ番組へのメッセージいただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでぜひまた次回お会いしましょう。ご視聴皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。